大家族4歳助の長女のいおりとジョーです。今までバイリンガルについての動画2つ出してきたよね。子供目線のバイリンガルの動画、そしてもう一つがマミーのバイリンガルの教育についての動画。私の彼氏のジョーもオーストラリア人と日本人の、ハーフ、バイリンガルに育てられたっていうことで、今回ジョーの実家にお邪魔する機会があったので、オーストラリア人であるジョーのお父さんに、バイリンガル子育てについてインタビューをさせていただいたので、4歳助とどういう共通点があって、また違うところもあるのかどうか、違う視点からバイリンガル教育について探っていきたいと思います。せーの、どうぞ。はい。自己紹介をお願いします。はい、クリスです。ジョーの親父です。ジョーは私の彼氏なんですけど、私と同じくオーストラリアと日本のハーフで、母親が日本人で父親がオーストラリア人。今回は、ジョーの実家にお邪魔しているので、せっかくなのでこの機会に、バイリンガルのジョー、その兄弟たちを育て上げたクリスさんにいろいろ答えていければと思います。不思議なことなんだけど、子供8人除いて共通点が多い。そうね。日本で、オーストラリアのお父さんと、日本人のお母さん。そしてもう大都市じゃなくて、地方で、僕は子供3人。4歳生の半分以下ですけど。なんとか3人とも大学卒業して就職して金銭的に解放されてホッとしてます。コメント欄などで国際結婚をしている方が多いと思うんですけれども、そういう中でそのクリスさんは何年に結婚したんですかっけ？1990年だから今年31年目。その当時ってまだ多分国際結婚そんなに多くはないんです。オーストラリアで国際結婚まあまああるんですよ。だけど日本人とオーストラリア人はそんなに多くなかったですね。僕はワーキングホリデー世代。ワーキングホリデーは84年ぐらいからスタートして、私は日本に87年にワーキングホリデーに行って、ワイフもワーキングホリデーでオーストラリアに来たから、ワーキングホリデーの夫婦ですよ。ワーホリ夫婦ですね。出会ってから結婚するまで5年ですよ。出会ったのはオーストラリア？オーストラリアで。結婚式はオーストラリアだった。やっぱり国際結婚でね、慌ててするもんじゃないと。言葉でしょ、で文化があるんですね。親。自分の親はね、応援があるかどうかで、全然違うんですね。幸いなことに私のオーストラリアの親が全面的に応援してくれて、日本側の義理の親は、一緒にお酒飲んだらね、なんとかなる。一緒に酒飲みながら義理の親父と交流を取れて、こっちの家族もまあまあうまくいった。まだうまくいってる。最初の言葉っていう意味でクリスさんすごい日本語ペラペラですけど、その時はね、そうでもなかったね。出会ったのはね、日本語大学で半年ぐらい勉強してた。で当時はね、日本語はシドニー大学だけは正式な授業の科目だったけど、マコリー大学の夜間のクラス通ってたんですよ。フランス語とドイツ語とね、すごい大きい人数いっぱいと、日本語とインドネシア語だけはちょっと変わった人ばかりが集まってで、それで日本語を勉強して、高校であんまり勉強は頑張らなかったけど、やっぱ高校出て6年経って初めて大好きな勉強を見つけて、やっぱ勉強はね、好きになったのにたまらない。全然食わないんですよ、日本語で勉強して。その日からもう一生懸命勉強した。で、その国際結婚を得て、日本に来て、3人の子供を授かって、日本でハーフの子供を育てたと思うんですけど。だから最初はオーストラリアで生まれ、そしてジョーと弟は福岡で生まれましたね。子育てで大切にしていたことを。ハーフの子育て。私は昔のオーストラリアの田舎で生まれ育てて、みんな同じような顔をしてるから、やっぱちょっと顔が違うと、いろんな問題が起きるだろうと思って、小さい時はそうでもないんだけど、まずね、社会に溶け込むことはすごいいつも気にしてた。で、幼稚園はね、あんまり関係ないんですよ。どんな顔をしてても、小学校に上がってから気になるんですね。同じ地域で住んで、幼稚園から小学校に友達一緒に上がっていくっていうのは大事ですよ。幼稚園からこの人は顔が違うけど仲間ですっていう、それを小学校に上がって持っていくと、他の子供が来ても違うと言っても、仲間がいるから、小学校から中学校に上がるのもそう同じことですね。やっぱ中学校で激動な思春期があるんだけど、当然ね、顔が違うから学校でいじめがある。いじめがないと言っても現実を見てない人ですよ。いじめあった？いじめっていうほどはないけど、絡まれることとかはあった？
今考えたらあれっていじめだったなって思う出来事は何個か。そう。から変われた時に、どう対応するかを、こう、前もって言ったんですね。名前が違うから言われるとか。で、僕はいつも言ったのは、変なこと言われたらまず無視する。無視してもまだしつこく来たら、これまた無視する。そして、やめなかったら、先生に言う。で、先生は何とかしてくれる。で、先生に言っても、なおさら続けたら、俺に言う。で、俺は何とかする。なるべく自分で対応する。ハーフの運命ですね。ずっと違うから、一生これ付き合っていかないといけないから、小さい時からどう対応するかっていうことをこう身につけようと思ったんだけど、どうでしょそういうアドバイスもらったの覚えてない。う。いや、もうじゃあ、言ったら言ったけど。でも小さい時に言われたからもうそれがずっと入ってたんだ、意識的に。息子たちはね、ラグビーさせたら、体強くなったら、あんまりちょっかい出してこないんだけど、まあ、ジョハン、すごい小さかったんですよ。高校から大きくなって。あともう一つは、アイデンティティはね、自分がオーストラリア人と日本人だけど、やっぱ日本に住んでるから、ドミナントラングエッジは日本語になるだろう。よく言われるのはね、子供はバイリンガルでしょと。いやその完璧なバイリンガルはね、僕は会ったことないんですよ。どうしてもね、その文化的にね、わからないところあるんですよ。日本に住んでるから、ドミナントラングエッジは日本語になるから、日本語を完璧に 100% に喋れるようにする。そして、英語、またオーストラリアのことをなるべく、まあ、100% にならないけど、近づけるようにどうしたらいいかとずっと考えて。例えば、オーストラリアの歌をお風呂の中に歌ったり。ボトニー・ベイを歌ったでしょ。コンビクトの子孫ですから。本がね、でまず、ドクター・シュース、グリーン・エッグズ・イン・ハンド、そして、ティンティン。それ全部買ったんですね。それを英語で読み聞かせて。小さい時からそういう本を読んでたんですね。ノーマン・リンズィーのオーストラリアのストーリーとか、あとちょうど Windows 95が出た頃だったから、パソコンでオーストラリアの子供用の教材のソフトがあったんですね。で、それをパソコンで遊ばせて、日本にいながらできること。あとはいつもクリケットの話とかね、ラグビーリーグとラグビーユニオンとね、オーストラリアのスポーツね。日本にいるからこそ、母国のオーストラリアも自分の国として誇りを持ってほしいっていう。そうね。一応親って言っても、いろんな組み合わせがある。日本にいるオーストラリア人のお父さんと日本人のお母さん。そしてオーストラリアにいるオーストラリア人のお父さんと日本人のお母さんはまた違うと思うんですよね。もう一つはね、なるだけオーストラリアに連れて帰る。日本で引っ越し貧乏っていう言葉あるでしょ。それはね、里帰り貧乏。もう飛行機代にね、一番安いのはどれかってね、もう韓国の金浦空港で8時間待ちで、こうちっちゃい3人の子供がいるとね、親のところに行って、なるだけ同じ年の子供と遊ぶとかね。それだったらね、バイリンガルだけじゃなくて、バイカルチャルになるように。やっぱ、バイリンガルとバイカルチャルは同じようなものですね。やっぱ言葉が文化で、文化も言葉で。英語に限ってはオーストラリアだけじゃないから、インターナショナルスクールに通わせてたら、日本語と英語は話せるかもしれないけど、オーストラリアの文化に触れる機会はなかったかもしれない。それも言われてるんですよ。子供、国際スクールに行ってるんですか？まずね、国際スクール行くのはね、前提はね、月10万ね。年間もう100何十万でね、そのお金出すよりも飛行機で夏休みとかね、連れて帰った方が絶対いいと思いました。この間、飲み屋に行って面白いことあるんですよ。同じようなオーストラリア、イギリス、アメリカ人のハーフの親がいたんですよ。5人いたんですよ。大体同じ年齢だけど、1人はね、51歳で1歳の子供いるんですよ。他のは私もおじさんでね、子供もみんな大人になってるんですよ。そして彼は、この1歳の子は、いやー、日本の学校はやっぱこういう教育はね、あんまり良くないから、教育どうしようか悩んでるんですよ。他の4人は、子供みんな公立学校に行って、小中高、まあ大学は別かもしれないけど、いろんなところに行ってるけど、で、私たちは、いや、私たち同じですよ。子供小さい時に日本の教育制度とか心配するけど、うちは全員うまくいった。日本の学校は決まったことをさえ覚えれば試験で吐き出す。ね、積み込み教育。それはそのクリエイティビティ、創造性をね、養わないと。オーストラリアでね、それが大事ですと。これがないから日本の教育良くないと。もうそれね、あるだろうと思うんだけど、じゃあそれは親がそれを教えればいいです。全部学区に任せるんじゃなくて、親もその教育にもうなるだけ関わって、日本の教育ないところをこう紹介する。それを補完するために、
オーストラリアに連れて行ったり、あと小学校の頃1年間まるまるオーストラリアで生活するってことで、小学校だから気づかなかったけど、日本にないオーストラリアの教育っていうのを受けることができて、どちらかをベースにして足りない部分はもう一方の国に活かせて補わせるっていうのが一番いいのかもしれない。だから私の経験では、小学校で留学させたっていうのは大正解でした。だけど、すごい賭けだったんですね。で、私は日本で仕事あるから、私は残ったんですよ。ワイフと子供3人がオーストラリア1年間住んでたんだけど、こっちはちょっと寂しいけど、ほかほか弁当いっぱい食べてたけど、子供にとってすごいいい経験だった。小学校のうちに向こうに行ったら、訛りのない英語で喋れる。私はいくら日本語喋っても、外人の名前がくらい消えないんだけどね。そしてもう一つ大きなポイントは、日本の教育制度から抜けて戻ってくるのはね、小学生だったらできるんですよ。中学校から難しくなるんですね。思春期だし。中学校は通知表とかで数字で評価が出てしまうっていうので。小学生一番吸収力が、ね。あと小学校でも大変だったですね。小学校4年の頃にオーストラリアに丸々1年いて5年で帰ってきて、5年生は大変だけど6年生でなんとか。そう、だから一番大変の数学ですね。向こうの優しい数学をして、すごいトップだけど、戻ってきた時に大変ですよ。やっぱお金もかかるんですね。じゃあ日本の親がね、行ってくるって難しいですよ。できないことはないんですよ。それやってる人もいるけど、大きな犠牲。私たちの視聴者で、結構クリスさんみたいにハーフのこれから小学校に上がる、子供たちだったりとか、生まれたばっかりのハーフの子供たちだったりとかを持ってる親がたくさん見てるんですけど、その親に対してのクリスさんなりのバイリンガルの子供を育てるアドバイス。苦情を呈するかもしれないけど、オーストラリアのお父さんはね、特に日本にいる人たちはね、日本語をもっと勉強してください。お母さんもね、英語を勉強してください。ダディに対するメッセージかもしれない。子供はバイリンガルでしてほしいから、手本になってください。それも、やっぱ夫婦のコミュニケーションが大事なことだし、日本で生活する上でね、すごい必要。だけど、あんまり日本語できなくても、全部嫁さんに確定申告とか、何でもかんでもやってもらう。うちのワイフは英語うまいから大丈夫ですっていうね。もっと日本語を勉強してください。もう一つは、自分でできなかったことを子供にさせようとすることを控える。私も多少してるんですよ。子供のためになってるのか、自分のメンズのためになってるのか。親のエゴっていうところね、あるしね。本たくさん読ませる。でも今はね、YouTube とかでいっぱいあるから、今の親の一番大変ですよね。端末、24時間ゲームをしたい。それは私は答えは何もない。ネクストジェネレーションのね、お父さんお母さんの問題です。親が一方的にルール決めるんじゃなくて、子供と一緒に決めないといけないですか。ずっとゲームやるのは良くないと思ったけど、子供はゲームしなければ学校での話題についていけないから、ある程度ゲームを買って時間制限してさせたんですね。でもある意味テクノロジーがその時よりも普及してるからこそリーチできる教材だったりとか、YouTube もそうだけど、バイリンガルの子供を子育てするにあたって、インターネットだったりとか、Zoom とかで簡単にね、向こうとつながるから。プラスでもあるし、マイナスでもあるから、やっぱり子供のためですね。自分のためじゃなくて、子供のために何が一番いいか。理想はあるけど、金持ちならいいけど、自分の財源の中で何ができるかっていう。それはね、大きいですよ。いろいろしたいけど、お金かかる。だから、頑張って働いてくださいということで、子供に投資してください。高い車いらない。その分、子供の教育に投資して、後でそれが返ってくるんですね。これでどれだけね、お父さんがジョーに投資してくれたかが感謝しないとね、いっぱい。旅より高いものない。お返しをお待ちしてます。頑張るでしょう。頑張ろう。で今日はジョーのお父さんのクリスに日豪ハーフの親としてバイリンガルの子供の子育てについていろいろ質問をさせていただきました。質問があったらいずれも聞いてください。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントたくさんお待ちしております。See you. Bye! See ya! See you on the rugby field.